三国志8、リメイク。金の力で同盟を結び援軍要請した友軍の戦力を使い捨て自軍を温存して勢力拡大に成功した我らが田中。しかし同盟は期間限定、いつかは我らの敵となる、勢力を拡大し乱世に覇を唱える大国となるのだ。高孫さんから奪い取った系で、まずは軍師を各先生に設定。これ戦争で移動するたびに再設定いるのか。で節約して2部隊で攻め取ったので計2武将が少ない。次の戦いの部隊長と留守番をこちらに呼び寄せましょ。陳軍さんを含む16人が計に移動した。次攻めるつもりの北兵は関所もあるし、援軍も呼ぶつもりないからしっかり編成して挑みましょ。関所の攻略がうまくいくかが勝敗を決めそうだな。念のため信用からも兵士を輸送して兵を補充。奪い取った計には金も兵糧もある。足りないのは兵士だけになったぜ。戦略ポイント余ってたので各先生にお願いして破壊工作。効果は薄いが関所破壊だ。都市フェーズでは重要案件ができたので、田中はお出かけして都の洛陽を訪問。すごい人がいるから仲間にしろって言われたんだけど。はい、芝居中達。孔明のライバル、ラスボス級じゃねえか。いやー普通に在野で暮らしてるとは。他に登用される前に気づいてよかったぜ。話も盛り上がったし君いいねー。僕のところで働かないかい？喜んで。芝居が田中の配下になりました。若干20歳の芝居中達。しかしその能力は本物。田中じゃ何一つ勝てそうにないな。年下だし取っ組み合いの喧嘩ならギリ勝てるよ。軍師相手に力で生きるな。戦法も強いし特技に保証と気象レベル3もあるから部隊も率いても問題なし。記載の老子は総大将もしくは3軍で参戦すると、敵の初期戦意を20も低下させるぶっ壊れ性能。こりゃもう完全に勝ち申したな。ではこれから北兵を攻める、高孫さんを滅ぼすぞー。芝居の実力拝見だぜ。5部隊合計4万6千で出陣だー。兵力が結構拮抗してるから関所の硬さ次第では苦戦するかもな。田中の副将に新人芝居とボディーガードに義兄弟収装。先方多すぎで見るからに強いやつ。長雲にも各先生をつけて軍略とかその辺を強化。漁長は歩兵先方を強化。愚本も治療要員として追加。画星は弓兵として先方も弓兵をもりもりの治療要員に損傷。そして今回も得意の弓ではなく歩兵をやらされる賞金。すまぬすまぬ。うちのレイムさんは画星賞金をワンセットで扱ってるのでたびたび勘違いで間違えてる模様。では出陣。敵を打ち払う。連中、軍議を始めるぞ。あれ？長雲の兄者？秘宝、レイム3軍の設定を忘れる。だー、芝居の老子見たかったのに。やっちまったな。死刑は兵の助けだ。今こそ我らの力を示す。田中 VS 高孫さん、はい。初日は敵櫓の射程範囲ギリ入らないところまで、奮起鼓舞しながら進軍。明日一気に櫓を落とすぞ。櫓の攻撃地味にいたし。で早朝長雲が照射で攻撃。ダメージは1577、悪くはないな。おっと敵兵発見、前に出て関所の防衛範囲から釣り出すぞ。グムムは中、角を取った。もう、各先生や芝居だったら見抜けてたものを。長雲に設定したのはお前だ。3軍設定の大事さが身に染みたな。さあ櫓破壊だ。田中照射で突っ込め田中パンチ。残り耐久4500を一撃だと？ストレス社会を生きていた田中はパンチで壁を破壊できます。マジかよ。さあ攻め時だ。全軍進めムは中、角を取った。縮小。足並みを揃えるため罠にはまった味方が復帰するまで1日待機。そして長雲の通常攻撃からの田中のとどめ。やりますぞ兄者、連撃だー。1万5000の大軍勢から放たれた見事な連撃、約7000を一撃殲滅。明日は関所の攻略を急ぐぞ。わかった全軍一歩前。しかし砦の破壊を恐れた高孫族が飛び出してきた。そこを戦意足りず先鋒が使えないものの義兄弟の巨が攻撃。義兄弟トリプルアタック、ダメージ 110% 増量だぜ。さらに追撃だ、画星、矢を放て弓兵は反撃受けないからちまちま削るのにおあつらえ向きだぜ。そして5日目に入り、関所からの反撃、割合ダメージだから兵が多い田中は結構被害が出たぞ。そう、3000近くやられた、仕返しだ、長雲よ高孫族をぶっ転がせ義兄弟3連携の連撃を食らえ副将で僕の横にいる義兄弟周到のことも、たまには思い出してあげてください。画面から見切れてるだけで多分頑張ってます。高孫族撃破。で田中は砦の反撃範囲から離れて長雲を回復。罠にはまったりで消耗したから完全回復とはいかんな。で賞金巨画星で照射を使って関所攻撃。
関所の耐久は1万超え、こりゃ即日破壊とか厳しいな。最大火力の田中の勝者を、最初の櫓に使ったのは失敗だったかもしれないね。初めての関所攻めで耐久の高さを見誤ったな。そしてこの反撃の痛さよ。 10発食らったら部隊が溶けるぜ。勝者を使い切った我らが田中軍、関所ペチペチを開始。一撃ダメージ300ぐらいか、こりゃ時間かかりそうだ。そして関所攻撃から3日が経過。うおー、通常攻撃4連携。1500ダメージ、さすが最大兵力。しかし総攻撃したものの破壊しきれず大将に全部隊反撃を食らう。最後は趙雲がぶったたいて関所の門、爆散。おっと高村さんを発見。関所の破壊で1万近く兵を削られたがまだこちらが有利、勝利は目前だぜ。敵は待ちか、じゃ治療しちゃおう。趙雲完全回復入りまーす。連中、今治療するぞ。田中も2000回復。愚かなり高村さん、我らに時間を与えるとは、これで田中もほぼ完全回復。卑怯苦性が問題ねえ、これが乱世だ。では趙雲、高村さんを釣り出せー。よし高村さんが釣れた。ってこいつ強い。渾身の連撃で趙雲相手に3000を食らわせた。兄者、今助立ちしますぞ。一計、吸収だー。ナイス3600。一騎打ちを挑むべきか？お前自分の武力わかってんの？ここは俺に任せろ。大空気とかしてる収操、やっておしまいなさい。高村さんお前また大将なのにやらかして部隊壊滅するのか？一騎打ちの結果、高村さんが勝利しました。収操王。ただでさえ存在感薄いのにここぞという場面で失敗しやがって。義兄弟がなんかすいません。で高村藩が田中に吸収を仕掛けるも、ダメージ的には反撃でこちらのやや勝ち。よし敵が集まった、今です、策略を発動するのです。これで敵は強行状態、一旦動けないぜ。今のうちに大ダメージを与えて、敵を無力化するのだまずは惰性の聖者をお見舞いだ。続いて趙雲の突撃。やっはー、2部隊完封ダメージだぜ。どやー、突撃だー。田中の馬上バット術が輝いております。魚著も連携パワーで乱撃を発動。兵力少ないけど結構当ててるぜ。画星も乱射で範囲攻撃。高村3軍残り8000、これで勝利は時間の問題だ。復帰した敵を混乱させるぞ、同士打ちを発動。あ、失敗しました。これ失敗とかあるのかよ。復帰した高村さんが新山家系を実行しました。うわ3800人も焼かれた。動けなくなる策略もきついが、これも結構痛い策略だ。よくも僕の仲間たちを、許さねえ、許さねえ。お前ライターなんて持って何を。田中ファヤー。マジで？一瞬で高村3軍7000が消し済みに。これが異世界チートってやつか。おい。まあとりあえず、かーったどー。皆の者、勝ち時を上げよう。それではお楽しみの、武将登用タイム。高村さんは車係も使える強敵だったから仲間にしたいな。電家の面汚し電解モールな。7名が田中の仲間になりました。高村さんが8名の登用に失敗しました。高村さんは仲間にならずか。残念。まあ生かしておけばまた会うこともあろう。どことなりと行くがよい。感謝する。そして今回も MVP 田中。先行1万超え。無双の原因は特技が育ったからかな？施設の破壊は波状早期で威力増しました中パンチ。副将に芝居がいて知力持ってたとはいえ劣化もレベル3まで上がってるね。田中ファイヤーは文字通りやべえ火力だったな。豆に飲み会開いて心得もらってたから、趙雲の得意な騎兵戦法も増えてるし、気象もレベル3。田中無双始まる。天中殿の名声は危機を呼んでいる。いい機会だ少し話さぬか？面白そうなおっちゃん、昼ビールいっちゃいましょう。はっはっはおっちゃん話おもろ。次も良い時間を。高村度との親密が上がった。それでは高村度の治める城兵へ攻め込みます。おっちゃん。うるせえ乱世だ諦めろ。編成は、こんな感じになりそうろう。三軍芝居、両押し、賞金弓兵、両押し。急げ、敵に時を与えるな。この地形、行軍が面倒。ぐねぐねの細道。死刑は兵の助けなり。今こそ我らの力を示す。田中対高村度のおっちゃん、ファイ。で開戦と同時に芝居の王子が発動。高村度軍の戦意が20低下。そして5日経過、岩山とか突っ切って進んでも騎兵じゃ全然進めんですたい。こりゃせっかく戦意下げたのに到着する頃には回復してんな。開戦から9日が経ち敵軍と会いたい。下り坂を一気に駆け下りよ、左右から挟み込むぞー。
すまねえ高村度のおっちゃん、弱らんせ、ご覚悟。よく来たな電柱、まずはこれでも暗いな。高村度が砂防儀系を実行しました。趙雲と田中が混乱状態に。混乱してると反撃できねえ。一方的にダメージもらっちまうぜ。敵の戦力が田中の方へ偏ってしまっている。これは良くない巨著。敵の背後トレイ。大策略ゲージが溜まってる。仕返しのチャンスだ。砂防儀系を発動だこのタイミングなら強行にする草木海兵の方がいいのに。そうなん。混乱は通常攻撃はできないけど、戦法は使えるから戦意が高い相手には不向きだよ。さあ声援。で賞金も背後から近づいて火矢を発動。でも岩場なので炎上確率も 0%、威力も微妙。巨著が攻撃で高村度の息子の高村公を攻撃。次のターンで田中たち義兄弟と連携するため、そのまま前線までダッシュ。賞金も乱射の範囲攻撃で地味にサポート。なけなしの兵士を連れての参戦だけど地味に活躍。そして混乱をものともしない1200の趙雲、突撃我こそは超子流なり、我が刃を剣とする者は、前に出よ。これを受けちゃう高村度のおっちゃん。高村さんの一族は皆総大将が一騎打ちしなきゃいけない家訓でもあるのか？はい、総大将撃破。高村度のおっちゃん。総大将が軽率すぎるぞ。これで勝敗は決した。はい、兵力満タン田中の連撃。混乱してる勇気から反撃受けることなく一撃殲滅。田中無双、ご昇乱あれ。勇気がお亡くなりになりました。で巨著の格乱からの賞金の演射。ホイサクスと殲滅戦を続ける同王。趙雲の連撃。約4000のダメージ。反撃を食らわないことを考えると、混乱させた砂防儀系もいい仕事してるね。そして高村公に田中の吸収。田中またしてもノーダメで敵を撃破。我が部隊、まだ一人も犠牲を出しておりません。さらに巨著が趙雲を治療で回復。趙雲が完全回復。もうこれ敵は絶望しかねえな。で回復したおっちゃんの息子高村卿が噛みついてきたけど、趙雲が吸収でお返ししてゲームセット。結局田中は無傷で勝敗がついたな。パーフェクトゲームだ。敵より貨幣で挑み損失3000の圧勝。勝ち時を上げよう。おっちゃんいい勝負だったぜ。これからは共に戦おう。やむを得ない、電柱殿に使えよう。高村度のおっちゃんら4名が、田中の仲間になりました。MVP は趙雲。殺趙雲、総大将一騎打ちで倒す大手柄。城内に入るとたくさんの報告がずらー。支配地域も増えて家臣たちの報告とかかなり増えたな。そしてこっそり殿会が仲間にしたかった高村さんを登用成功。殿家の面汚しとか言って正直すまんかった。支配都市が増えたことで演技殿に男の娘のイベントが追加。男の娘？菅の娘だろ、多分。うほ。いや生えてるかもしれないし、これは要確認が必要。生えてるよな。ほら綺麗なお嬢さん出てきたじゃねえか。いやまだわからない。脱がせてみなけりゃわからない。素敵な方ですしそういう関係になれるよう頑張ります。ついてた場合どうすんだよ。可愛い上についてる、お得じゃないですか。誰得だよ。では田中が新たな扉を開けそうになったところで先方一覧やマップを見つつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。高村さんの一族を取り込み横に長い領土を手に入れた田中、いい感じに勢力拡大しているが次はどこを攻めるのか？次回どこを攻めるか分かった君は名軍師だ。答え合わせが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。